実はですね、こういうのがついていて、もう穴だらけなんですよ。ノブもこんな感じです。私はこんな感じで乗ってます。レバーが何にもないんですよ。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆきです。今日ご紹介するのはランボルギーニのウラカン STO でございます。まずは内外装と使い勝手ご覧いただきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録と高評価で応援してください。車買ったら自宅で簡単コーティング、シラザン50。さあ、それではフロントフェイスからいきたいと思います。もう見てください、この前高。立っちゃうとこんな感じです。座ってもこんな感じです。もういつもですね、この三脚の位置を割と高めにするんですけれども、いつもよりも一段低くしてお届けしているというような感じです。まあですね、こちらウラカンの中でも STO ということでですね、スーパートロフェオが公道で走れるようにしたというのがこの STO の頭文字の意味なんですけれども、公道走行を見越したと言いながらですね、もうトロフェオそのものと言ってもいいようなエアロパーツがたくさんついています。はい、この角度から見ていただくとものすごくインテークが大きいのがわかると思います。このですね、ワイドに張り出しておりまして、さらにですね、このローなところにですね、空力のためにかなりですね、顎のチェーンスポイラーの方が張っているといったような感じです。さて、このエアロ全体の印象に対しまして、瞳はかなり小ぶりですよね。ここがちょっとファミリーフェイスな感じも漂わせてですね、この全体的ないかつい印象を少し弱めているようなところでもあると思います。はい、こちらのウラカン STO なんですけれども、ミッドエンジンということでフロントにはですね、実は何も入ってないです。なんですけれども、通常のウラカンだとここにラゲージスペースがあるんですが、 STO は違うんですよ。実はですね、こういうのがついていて、ここに差し込み口があります。そしてもう片側もいけますね。これが柔らかい。こう開きます。なんとここにですね、このように刺さってます。さあ、というわけでですね、このように前のラゲージスペースをですね、あるんですよ。あるんですけど、もうほんと車検証しか入らないぐらいのこの小さなスペースだけになっていて、あとですね、もうダクトになってます。全てこうクーリーキーパーツがね入っているパーツになっていて、そして次に乗る車がじゃじゃん、あっちも試乗しますんでご期待くださいね。レベルトです。はい、という感じで、この全てですねカーボンパーツになっていて、カーボンのフードになっていると。で、前がヒンジでつながっていて、このようにパカッと開くといったようなフロントになっています。さあ、そしてコンフィギュレーターでですね、300色以上からのバリエーションを選べるというこのボディカラーなんですけれども、今回はですね STO らしい、最もアイコニックな色を選んでいただきましたが、この STO の文字のところにイタリア国旗が入っているというですね、非常に華やかな車になっています。めっちゃかっこいいです。さあ、それではサイドビュー見ていきたいと思います。タイヤがもう前後にですね、もうなるべくはみ出したような感じのカーデザインになっています。前のオーバーハングも短いですし、そもそもですね後ろにボリュームが大きいのはミッドシップエンジンであり、それからリア駆動であるというレイアウトのせいなんですけれども、このタイヤサイズもそれからこのエアロパーツももうサーキット由来ということでですね、一つ一つご紹介していきましょう。はい、エアロパーツは全てつながっているので、フロントサイドと区切っていくのもあれなんですけれども、このタイヤ周りのところもですね、一つ大きな空力パーツになっています。冷却とそれからタイヤは回るものなので、ここの整流を行うということで、ここにもですねフィンがあったりとか、あとこの流れていった空気がですねヘイサイドのこのスカートの方できれいに整えられていくというところと、それからエンジンのための吸気もあります。さあ、最も特徴的なのはこのリアエンドだと思うんですけれども、ここはですねもう背中の上にものすごいですねフィンを背負っているので、そこを見ていきましょう。さあ、これですね、後ほどリアからもお見せしますけれども、かなりですね大きなエア形状がついております。こんなのだって市販車で見たことないじゃないですか。リアウィングは置いといて、でこれのおかげでですね後方視界は全然ないんですけれども、すごいエアロ効果を感じるので、それはですね試乗編をご覧いただきたいと思います。いきますよ。これね、ほら、ここから吸気して、ここがあばら骨みたいになっていて、そして背びれがギューンと立っていて、そしてリアウィングにつながっていくというですね、かなり造形的に凝ったものになっています。これこそが本当にランボルギーニでご飯3杯食べれるところのエアロパーツのね、美しい形状でもあると思います。さあ、それではリアビューです。
もうスカスカです。もう穴だらけなんですよ。でこの穴こそが冷却であり、また空力であるっていうところなんですけれども、先ほどお見せしたこの背中のヒレね、それからリアウィング、この辺もですね非常に穴だらけなんですけれども、中がね透けて見えるぐらいのものなんですけれども、造形としてすごい綺麗なんですよね。見えますか？ここに STO というですね透かしの彫りが入っています。でここももちろんですねチタンになっていて、色のトーンもストリートっぽくてかっこいいですし、またそのカーボンと、非常にですね複雑な造形となって、アートっぽさっていうのを漂わせている部分かなとも思います。ここのいいエキゾーストシステムと、それからタイヤがもう丸見えになってますよね。でここも冷却のパフォーマンスのためというのと、後ろに空気をきれいに流すためというのを形で見せてくれる、空力って見えないものですけれども、こうやって形として見せてくれるというのはやっぱりスーパーカーブランドならではの造形かなと思います。はい、実はですねもう一つ秘密のキーを使えるところがあって、はい、中がこんな感じになっております。すごい。しかし一筋縄ではやっぱり取れなくなってるんですよね。でこれがやっぱりサーキット走行をするときにですね浮きを防止したりとかするっていうところにもつながってるかと思います。いやーすごいね、5.2 リッター V10 エンジンでございます。めっちゃ綺麗です。なかなか近寄らせてくれないところもまたツンデレ感があっていいですねこれね。さあそれではインテリア行ってみたいと思います。空力のためにこの完全にですねサーフェイスが平らになるドアハンドルが使われています。はい、そしてですね裏感意外とそんなに大きくないんですよね。でドアは非常に長いですけれども、乗り込みは容易になっています。はい、ドアハンドルすべてですねこのようになっています。でハンドルじゃなくてもこの紐みたいな感じになっていて、ここもレーシングカーっぽさっていう感じでもありますよね。そしてですねドアノブもこんな感じです。このレザーのアルカンターラのね生地の中にカーボンが入れ込んであるといったようなちょっと凝った形状になってますね。見た目からして特別感っていうのを表してくれるモデルでもあります。そしてスカーフのところにはウラカンという文字が入っていて、ご覧ください、めっちゃかっこよくないですか。とりあえずですね今日は危険な暑さということもありますので乗っていきたいんですが、このスポーツシート82万円のオプションになっておりますけれども、これはですね買う人はつけちゃうでしょう。すっごいかっこいいです。一応ですねリクライニング機能も少しついているセミバケット形状になっているんですけれども、この辺もですねお好みに合わせてオーダーメイドができるんですが、この STO に私がお借りしたものに関してはですねブルーのアクセントカラーがすごく効果的に入っていてすごくおしゃれですし、でこのオレンジもねステッチとそれからパイピングで入っていると、かなりですねセンスっていうのを感じますよね。めちゃくちゃかっこいいです。さあそれでは乗り込みましょう。さあちなみに乗り込みですけれども、私はこんな感じで乗ってます。そうすると比較的スムーズにタイトスカートでも乗れるかなと思います。とにかくスカーフが非常に太くて、それから車体がロー、しかもですねヒップポジションもかなり低いので、ちょっと乗り込みはですねエレガントさっていうのを意識しながら乗り込み方を考えていただきたいと思います。さあそれではですねランボルギーニといえばの指導のお作法がございます。ちょっと開いてましたけれども、これですね、もうガンダムかみたいな感じなんですけれども、フラップを開けて押し込みます。いきますよ。さあというわけで乗り込んでみますと印象的なのはこのステアリングかなと思います。縦にですね少し長い変形のステアリングが採用されているんですけれども、このようにですね横は小径になっていると、で縦が少し長いみたいな感じなんですけれども、この横に関しましては狭いがゆえにですね脇がキュッと締まって自然にドライビングポジションがスポーティーになるよといったような感じになっております。それから縦はですね視認性がすごい高いんですね。この開いたところによりまして、非常にですねメーターがよく見えると、美しいねデジタルメーターがよく見えるといったようなものになっております。そしてやっぱりランボルギーニといえばウインカーなんですよね。ウインカーこれなんです。ステアリングの奥にですねパドルシフトがついているんですが、これはステアリングと連動しないでコラム固定式となっているんですけれども、これでですね、オートマではあるんですけれどもマニュアルモードも選んではいけます。でこれもチタン製になっていてめちゃめちゃかっこいいんですが、それ以外のねレバーが何にもないんですよ。でこれ何でもないのがなんでかというとウインカーがここにあるからなんです。はい、これが左右消すときは押し込むみたいな感じでウインカーはここに入ってます。あとライトのユニットもここに入っていて、こちら側に関してはですねワイパーのユニットになっています。
ね。なのでちょっと変形のステアリングではあるんですが、非常に使いやすいよというのが一つ、私の中でもですね、ホットだなみたいな、この形結構いいなっていうふうに思ってきてしまいました。そしてこのエアコンのベントなんですが、左右にありますけれども、こういった感じでですね、ちょっとハニカムの柄になっていて、全て周りがですね、もうドアもそうなんですけどカーボン、もうカーボンでなんと 80% も軽量化されていると。あとライト系のユニットはここにもありまして、これに関しましてはですね、このように、トグルの形状になっているといったところも、非常にランボルギーニらしいところでもあります。さあそしてここです。はい、これがですねドライブモードになってます。 STO というのがいわゆるノーマルモードです。ノーマルがすごいんですけど、これは走り編でお話ししていきますね。でその下にトロフェオ、これがスポーツモードで、一番最後のピオチアっていうのが雨モードになります。雨であるとかちょっとね滑りやすい路面はここを使ってくださいねといったような感じです。MR なのでこの車で雪道行こうという人はかなりの好き者だと思うんですけれども、ピオチアモードにするとですね、ちょっと雨の日も安心だよと、トルク伝達がゆっくりになりますよといったような感じです。でそれをこれの上下ボタンで操作するといったような感じですね。でこのステアリング自体もですね、ステッチがボディカラーと同じものが入っていて、でセンターも取ってあって、非常にねスタイリッシュかつ機能的、そしてかっこいいといったようなねランボルギーニらしいステアリングが入っております。さあそしてここですね、ランボルギーニといえば個人的にはですね、やっぱりこのコンソールが、これでないとやっぱランボルギーニじゃないし、これが最新世代にもあるのが嬉しいなっていう感じなんですけれども、このねさっきの窓のユニットのようにですね、トグルのスイッチがずらっと並んでるんですね。でこの赤いやつだけハザード、これがめちゃめちゃスタイリッシュ、おしゃれですよね。そしてこれですよね、指導の時にもお話ししましたけれども、このですねフラップを上げて押すっていうね、一つエンジンをスタートさせるための儀式ね、ここも哲学でありドラマであるところだと思うんですけれども、このランボルギーニというメーカーのそのロマンチックさというかね、その情熱っていうのをここで感じることもできます。そしてですね、このシフトのボタンももう非常にここもね馬蹄を思わせるようなものが入っていてめちゃめちゃかっこいいんですけれども、牛だから馬蹄じゃなくて牛蹄なんて言うんでしょうね、ひずめみたいな感じを思わせるんですけれども、ここはですねバックが引き上げるやつね、これやるとバックに入ります。でパーキングでこれマニュアルモードにするやつなんですけれども、通常はですねここです。これを引けばもうギアが入るといった感じで、普通にA になってるとオートマなのでこれで走り出すことができるといったような感じなんですね。でリバースに入れるとすでにですね、なんとカメラもついているね、低いからね見にくいじゃないですか。でしかもですねこれこんななんですよ、何も見えないの後ろにカバーがあばら骨のカバーがあるので何も見えないし、後方視界こんな感じです。もう何も見えません。なのでこれがあると本当ありがたいですよねっていうような感じです。そしてその、デジタルインターフェースなんですけれども、こちらも非常に美しいです。いろんな機能がですね一目で分かりやすいようについてます。ご覧の通りすごくコンパクトなものではあるんですけれども、コンパクトながらにですねいろいろと考え込まれていて、このテレメトリーシステム使えたりとか、あとですね、設定で、ディスプレイであるとかそういうのを選べたりとか、もう本当に近代的ですよね。ラジオが聴けたりとか、あとはね車両のセッティングですね。でこれもですねいろいろと選べていきます。あともう 4G でね通信できていたりとか、本当にねもうやれることは全部やれるって感じなんですよ。ナビも普通にあるしということでですね、こんなスポーツカーなんですけれども街乗りも全然できちゃうよといったような感じです。シートのスライドがここにあります。ですから今日みたいに私スカート履いてるとですねここからね横からガバッとやるみたいな感じでないとできなくなっちゃうんですけど、もしくはちょっとお股開くみたいな感じになるんですけれども、ここにあって、これもですねレーシングスーツを着てたりとかすると足の間から非常に前後しやすいといったような形状になっております。いやーとにかくですねいろいろ圧巻です。もうとってもカーボンです。でも全然熱くないんですよね。すごい不思議。なんとここにも USB もついてました。というわけで後部座席も何もないですので、もう完全に2人乗りではあるんですけれども、だからこそ美しい、だからこそスペシャルっていうような感じがしますよね。いや本当にこれがですね本当に乗った感じがすごいので、ぜひですね走行編をこの後ご覧ください。自分で施工でこの効果、シラさん50。というわけで今日はこちらランボルギーニのウラカン ST をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。
意外なほどにあれが何なんですっていうのは試乗編でお届けしていきますので、皆さんぜひですね次の試乗編もご期待ください。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。